どうもAI 創薬って今ものすごい勢いで進んでますよね。でもその成功の裏には実はほとんど誰も知らないある縁の下の力持ちの存在があるんです。今回は表には出てこないけどこれからの医療を支える超重要なツールに迫ってみたいと思います。さて、いきなりですけど、AI って次の奇跡の薬を見つけられると思いますか？いやー、これ本当に現代医学の最大のテーマの一つですよね。答えはイエスです。でも、これにはね、一つだけ絶対的な条件があるんですよ。それは AI が勉強するデータがもう完璧にクリーンであること。つまり余計なゴミが一切混ざってないめちゃくちゃ整理整頓されたデータじゃないとダメなんです。そもそも新しい薬を見つけるのってよくだだ広い砂漠の中からたった一粒のダイヤモンドを探すようなもんだって言われるんですよ。それくらい途方もない作業だってことですよね。で、その探す作業を邪魔するのがこのごちゃごちゃなデータ問題なんです。例えばこれ、人間が見ればどう見ても同じ分子ですよね。でも描き方がちょっと違うだけで AI はこれ全然違うものじゃんって勘違いしちゃうんです。このいわゆる表記の揺れっていうのが AI にとってはもう致命的なんですよ。そこで颯爽と登場するのが、そう、今回の主役 MOLVS です。この厄介なデータの問題を解決するために生まれた、いわば科学データ界の凄腕の高越者みたいな存在です。モルブリエス、正式にはモレキュールバリデーション&スタンダーダイゼーション。その名前の通り、分子のデータを検証して標準化する、つまり AI がちゃんと学習できるようにきれいに整えてくれる科学の高越者なんです。しかもこれオープンソース、誰でも無料で使えるし、世界中の賢い人たちが協力してどんどん良くしていけるっていう、もう科学の発展のためにあるようなツールなんですよ。ちょっとだけ技術的な話をすると、MolVS は Python っていうすごくメジャーなプログラミング言語で書かれてて、 RDKit っていう科学の世界では超有名なライブラリがベースになってるんです。しかも2014年からずっと開発が続いてる、かなり信頼性の高いツールなんですよね。さあ、お待たせしました。ここからが本題です。この MolVS が一体どうやって散らかった分子データをビシッとお片付けしていくのか、その見事な手魚をじっくり見ていきましょうか。MolVS のお片付け術は大きく分けてこの4つのステップです。なんかちょっと難しそうな言葉が並んでますけど、大丈夫大丈夫。一つずつ分かりやすく見ていきますからね。まずステップ1、官能器の正規化。さっきも言いましたけど、例えばこのニトロ基っていう部分の書き方がちょっと違ってても、はいはい、これ全部同じものねってきっちり一つにまとめてくれる。これで AI が見た目の違いみたいな単純なことで混乱することはもうなくなります。次にステップ2、電荷の再結合です。分子って時々プラスとかマイナスの電気を帯びてたり塩の形になってたりするんですけど、それを全部電気的に偏りのない中性っていう標準の形に戻すんです。なんでこれが大事かっていうと、薬が体の中でどう働くかを考えるとき、この中性の状態が基準になるからなんですね。さて、次のステップに行く前にちょっと面白い話。皆さんはタウトマーって聞いたことありますか？日本語だと誤変異生態。これなんていうか、同じ分子なんだけど原子がちょっとだけ場所を移動して違うポーズをとってる状態みたいなものなんです。人間で言えば立ってるポーズと座ってるポーズみたいな。人は同じだけど見た目は違いますよね。分子でもそういうことが起きるんです。そこでステップ3、タウトマーの解決。MolVS はその分子が取り得るいろんなポーズの中から、よし君の公式ポーズはこれだってたった一つの標準の形をビシッと決めてくれるんです。そうすれば AI がこのポーズの分子とあのポーズの分子は別物だなんて勘違いするのを防げるわけです。いやー賢いですよね。そして最後のステップ4がフラグメントの除去。これは料理に似てるかな。メインの食材、つまり薬の本体だけを残して塩酸塩みたいな余分な味付けとか溶媒みたいな付け合わせを丁寧に取り除いてくれる作業です。純粋な主役のポテンシャルだけを AI に教えるということですね。さて、ここまでちょっと細かい話をしてきましたけど、ここからが一番大事なところです。じゃあなんでこんな地味とも思えるお片付けがそんなに重要なのか、その本当の価値を見ていきましょう。このスライド面白いですよね。見てくださいこれ。上の行のなんかもう呪文みたいにごちゃごちゃした文字列がMolVSっていうフィルターを通すだけで下の行みたいに
すっきり整理された意味のわかる情報に生まれ変わるんです。このビフォーアフターこそがモル VS の凄さを物語ってるんですよね。このお片付けの結果、何が起きるか。まず AI の予測がめちゃくちゃ正確になります。データの偏りとか間違いから来る過学習っていう AI が陥りがちな罠も避けられる。その結果、薬の性質をもっと正しく計算できて、創薬プロセス全体がもっと早く、もっと信頼できるものになる。もうね、いいことしかないんですよ。じゃあこんなにすごいツール、実際の世界ではどれくらい使われてるんでしょうか。その影響力の大きさを知ったら多分ちょっと驚くと思いますよ。この数字が全てを物語っています。186。これただの数字じゃないんです。世界中で進められている少なくとも186もの公開プロジェクトが、私たちの研究はこのモール VS が土台ですって言ってるのと同じなんですよ。それだけ多くの研究がこのツールに支えられてるってことなんです。今やモル VS はこの分野のデファクトスタンダード、つまり事実上の世界標準です。AI で創薬をやるなら、まずモル VS でデータをきれいにするのが当たり前。それくらい大きな製薬会社から最先端のスタートアップまで、みんなが信頼を寄せているツールなんです。モル VS が整える質の高いデータっていうのは、まさに AI 創薬の背骨なんですね。このしっかりした背骨があるからこそ、今まで10年以上かかっていた新薬開発が、もしかしたらわずか数年に短縮されるかもしれない。これって時間とかお金だけの話じゃなくて、最終的には一人でも多くの人の命を救うことにつながっていくんです。モル VS みたいに、普段は私たちの目には見えないけれど、科学の未来を静かにでも確実に形作っている見えざるヒーローって他にどんなものがあるんでしょうかね。ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれないです。